今回はヌルマゴメドフからの資格イスラムマカチェフの紹介をしたいと思います。イスラムマカチェフ MMA 戦績23勝1敗 UFC 戦績12勝1敗、ロシアのダゲスタン共和国出身の31歳、現 UFC ライト級王者です。 MMA 戦績29勝0敗で引退した UFC ライト級のレジェンドハビブ・ヌルマゴメドフと幼馴染であり、幼少期からのトレーニングパートナー。かつて盟友ハビブ・ヌルマゴメドフが巻いていた UFC ライト級のベルトを奪い返した23勝のうち15勝がフィニッシュ勝利している新 UFC ライト級王者です。サウスポーから繰り出される荒々しい唾液を持ちながら、盟友ハビブ・ヌルマゴメドフ同様の強力なテイクダウン能力を持ち、グラウンドに貼り付けトップコントロール、そして強烈なパウンドを振り落とし、サブミッションでフィニッシュする最もダメージの少ない支配的な試合で完全勝利します。マカチェフは次のハビブ・ヌルマゴメドフになりたい。ハビブのように全ての対戦相手を粉砕したいと話しております。マカチェフはロシアのダゲスタン共和国の首都であるマハチカラで生まれ育ちました。10歳の時、隣に引っ越してきたのは3歳年上のハビブ・ヌルマゴメドフ。ハビブ・ヌルマゴメドフの父アブドゥルマナプが2階建ての自宅1階を格闘技ジムへ改築し、ハビブにコンバットサンボやレスリングなどのトレーニングをさせていたそうです。その光景を見たマカチェフは戦いに興味を持つようになり、ハビブと一緒にトレーニングを行うようになったそうです。またハビブとマカチェフは同じ学校に通い、休日にはハビブとサッカーを行うなど、幼少期から兄弟のような関係でした。マカチェフはダゲスタン共和国出身である我々が強いのは育ってきた環境にある。ダゲスタン共和国での仕事は建設、掘削、牛の飼育、すべて肉体労働。ハードワークは我々の DNA にある。我々は山の中で岩を背中に背負い、何キロも走る。そのような過酷な環境が真の男性を生み出すと話しております。ハビブ・ヌルマゴメドフの父アブドゥルマナプ・ヌルマゴメドフの下で幼少期からコンバットサンボ、レスリングなどに打ち込み、コンバットサンボで世界王者、ヨーロッパ王者、4度ロシア王者に輝きました。2010年19歳でプロ MMA デビュー、M1 チャレンジなど地元ロシアでキャリアを重ね、コンバットサンボの組み技を軸に圧倒的な試合で勝ち星を重ね続けました。またハビブ・ヌルマゴメドフと一緒にアメリカ合衆国カリフォルニア州にあるアメリカンキックボクシングアカデミーでも練習を行うようになりました。AKA のヘッドコーチであるハビアー・メンデスは、マカチェフが AKA に行った時、チャンピオンシップに到達することはすぐに分かった。それも 100% だ。最も完成度の高いファイターであると同時に、スパーリングでハビブ・ヌルマゴメドフに匹敵する唯一のファイターだ。彼は自分が何をしているのかを知っており、自分が何をすべきか知っている。ある日、元 UFC ミドル級王者ルーク・ロックホールドとライト級のマカチェフがグラップリングのスパーリングをしていた。するとルークは数秒間宙に浮いて投げられていた。2階級上のルークを投げて、ルークはマカチェフを投げることはできなかった。マカチェフのレスリングがいかに優れているかわかるだろうと話しておりました。そして2015年5月、11戦11勝という驚異的な戦績で UFC と契約を果たしております。2015年5月、UFC デビュー戦ではレオクンツと対戦し、リアネイキッドチョークで2ラウンド一本勝ち。試合後マカチェフは違ったレベルのコンバットサンボを見せたかった。AKA とアブドゥルマナプ・ヌルマゴメドフに感謝したい。これがコンバットサンボのリアネイキッドチョーク。ハビブの父アブドゥルマナプ・ヌルマゴメドフに全て教わったと話しました。しかし UFC2 戦目である2015年10月、アドリアーノ・マルチンスと対戦し、右フックで1ラウンド KO 負け。MMA キャリア13戦目で初黒星を喫しました。初黒星についてマカチェフは UFC 初戦と練習で他の人たちを圧倒してきたことから、私は自分自身を信じすぎていた。コーチは対戦相手に対してクリンチをするように言った。しかし私は彼を KO できるだろうと信じていたので15分間打撃で勝負するつもりだった。しかし結果はカウンターをもらい KO された。試合は一発で終わってしまうということを改めて学んだ。あの試合の後、私はスタイルを変えた。レスリングで対戦相手を疲れさせる。その後はスタンドで戦うことができる。私は失敗から学ぶと話しました。また盟友ハビブ・ヌルマゴメドフはかつて行われたアマチュア大会でマカチェフは判定で敗れた経験がある。あの敗北の後、彼はずっと強くなって戻ってきた。彼はロシアでのチャンピオンシップ、いくつかの世界及びヨーロッパのチャンピオンシップ、そして多くのコンバットサンボトーナメントでも優勝している。マカチェフは敗北を経験して強くなる男だということを私は知っていると話しました。MMA 初黒星を喫したマカチェフでしたが、ハビブ・ヌルマゴメドフの発言通り、ここから驚異的な快進撃を見せます。2016年9月、クリス・ウェイドと対戦し、判定勝ち。2016年11月、コンバットサンボ世界選手権に出場し、金メダルを獲得。2017年2月、ニック・レンツと対戦し、判定勝ち。2018年1月、グレイゾン・ジバウと対戦し、1ラウンド57秒で KO 勝ち。
2018年4月、盟友ハビブ・ヌルマゴメドフがアルアイア・キンタに判定勝ちで USC ライト級王者を獲得。2018年4月、テイジャン・ジョンソンと対戦し、1ラウンド腕十字で一本勝ち。2018年10月、盟友ハビブ・ヌルマゴメドフが初の王座防衛戦でコナー・マクレガーと対戦。4ラウンドネッククランクにて一本勝ちで王座初防衛に成功。しかし、かねてから因縁のあったマクレガー陣営とハビブ・ヌルマゴメドフ陣営の間で試合後に乱闘事件が発生。その乱闘に加わったハビブ・ヌルマゴメドフ陣営のマカチェフら3人が逮捕されました。それに対し USC 代表デイナ・ホワイトは、マカチェフを USC に上げることは二度とないとコメント。しかしハビブ・ヌルマゴメドフがクビにするなら俺もいなくなることを知るべきだと発言したことがおそらく影響したことで、マカチェフのクビが撤回されております。2019年4月、アルマン・ツァルキャンと対戦し、判定勝ちでファイト・オブ・ザ・ナイトを獲得。2019年9月、ダビー・ハモスと対戦し、判定勝ち。幼少期から苦楽を共にしてきたマカチェフとハビブ・ヌルマゴメドフは USC で結果を出し続けました。しかし、マカチェフとハビブ・ヌルマゴメドフにとって転機が訪れます。2020年7月、ハビブの父であり、マカチェフを一から鍛え上げたコーチでもあるアブドゥルマナブ・ヌルマゴメドフが新型コロナウイルスの合併症により57歳で亡くなりました。ハビブ、マカチェフを含む18人の世界チャンピオンを育成し、参謀のコーチとしてロシア版ギネスブックに記録されている名コーチでした。そして父の死から3ヶ月後の2020年10月、ハビブ・ヌルマゴメドフは USC ライト級3度目の王座防衛を成功させ、父の死を理由にその場で引退を発表しました。ハビブの父、アブドゥルマナブ・ヌルマゴメドフは常にイスラム・マカチェフの台頭を言い続けていたそうです。ハビブ・ヌルマゴメドフは、私の父はいつもマカチェフが将来的に USC 王者になる男だと言い続けていた。引退後、私はその父の言葉を実現させる、マカチェフのコーチをすると話し、ハビブとマカチェフの新しいショーが始まりました。2021年3月、ドリュー・ドーバーと対戦し、肩固めで3ラウンド一本勝ち。2021年4月、ランキング14位のティアゴ・モイゼスと対戦し、リアネーキッドチョークで4ラウンド一本勝ち。試合後マカチェフは、4ラウンドの経験が積めたのはいいこと、とても満足している。チャンピオンがそばにいると何もかも分かっているから、やるべきことも言うべきこともどう動くべきかも分かっている。ハビブが自分のセコンドについていてくれると、よりパワフルさを感じると話しました。2021年10月、ランキング6位のダン・フッカーと対戦。開始早々にテイクダウンを奪い、木村ロックで1ラウンド一本勝ち。試合後マカチェフは、時が来た。今日は6位の選手を決めた。タイトル挑戦の準備はできた。テイクダウンしたら誰でも決めることができる。俺のグラップリングレベルはこの階級の全ての選手より上回っている。このグラップリングは柔術じゃない。MMA だ。俺はベルトを巻くためにやっている。ベルトを何年間も巻くために。と話しました。2022年2月、ボビー・グリーンとの対戦が決定。当初はランキング3位のベニール・ダリウシュと事実上ライト級次期王座挑戦者決定戦とも言われた試合が組まれておりましたが、ダリウシュが足首の負傷により試合を欠場。代役としてランク外のボビー・グリーンが抜擢され、マカチェフの勝ち方が問われる試合となりました。試合はマカチェフがテイクダウンからトップコントロールし圧倒。最後はバックマウントからパウンド23連打で1ラウンド TKO 勝ち。これで USC10 連勝を飾り、圧巻のパフォーマンスを見せました。試合後マカチェフは、もういい、タイトル戦だけだ、そのために戦っている、11ヶ月で4人をフィニッシュした、俺にはその資格がある、と話しました。そして2022年10月、USC ライト級王座決定戦として、ランキング1位の元 USC ライト級王者、チャールズ・オリベイラとの対戦が決定しました。マカチェフは USC 契約から7年で初の王座挑戦。ステップアップになる試合がキャンセルなどでなかなか組まれなかったこともあり、連勝してもなかなかチャンスが巡ってこない中、ようやく王座挑戦にたどり着きました。チャールズ・オリベイラは元 USC ライト級王者、ハビブ・ヌルマゴメドフ引退後、空位となった最激戦区 USC ライト級王座を獲得しております。ブラジリアン柔術黒帯三段の強烈な決めを持ちながら、シュートボクセディエゴリマ所属で、近年打撃もハイレベルになっており、KO 率も増えてきているフィニッシャー。MMA 戦績33勝8敗で、33勝のうち30勝がフィニッシュで勝利しております。2010年 USC 参戦後、勝ったり負けたりを繰り返すも、2018年から覚醒。USC8 連勝を挙げ、2021年5月、元ベラトール王者、マイケル・チャンドラーを2ラウンド TKO 勝ちで USC ライト級王座を獲得。2021年12月、ランキング1位の元 USC ライト級暫定王者、ダスティン・ポイエを3ラウンドディアネイキッドチョーク一本勝ちで USC ライト級王座初防衛に成功。
2022年5月、ランキング1位の元 USC ライト級暫定王者ジャスティン・ゲイジーと2度目の防衛戦を行う予定でしたが、オリベイラが 0.5 ポンド体重超過したため王座剥奪。ゲイジーが勝利した場合のみ王座獲得の権利が与えられることになりましたが、オリベイラが1ラウンドに右ストレートでダウンを奪い、リアネイキッドチョークで一本勝ち。USC ライト級のベルトは剥奪されましたが、最激戦区 USC ライト級トップランカーを一掃し USC11 連勝。チャールズ・オリベイラはハビブ・ヌルマゴメドフ引退後、誰もが認める USC ライト級最強ファイターでした。試合前マカチェフは、チャールズは非常に危険な選手だ。いつも相手をフィニッシュするし、打撃でもグラウンドでも危険だ。しかし誰も私のレスリングを止めることはできない。私はサンボやグラップリングのスキルが高く、彼の柔術スキルは怖くない。いつもと同じことをするだけだ。テイクダウンして相手を押さえつけ、疲れさせてフィニッシュを決める。目標はグラウンドで彼をフィニッシュすること。なぜなら私のグラップリングのレベルをみんなに示さないといけないから。彼は USC で最も多くのフィニッシュを決めてる選手だから、私が彼の記録を奪うと話しました。ハビブ・ヌルマゴメドフは、チャールズはマカチェフ相手にタップするだろう。マカチェフはスパーリングで80キロ、90キロ、100キロの相手でもタップを奪っている。名前は言いたくないが、アブダビコンバット世界チャンピオンからもタップを奪っていた。チャールズ・オリベイラをグラウンドで圧倒するだろうと話しました。また SNS で2021年に開催されたレスリング東京オリンピック銀メダリストでダゲスタン共和国出身のマゴメド・ハビブ・カリマゴメドフからスパーリングでテイクダウンを取る動画が出回っておりました。試合はグラウンドの攻防で優勢に立ち、2ラウンドに飛び膝蹴りを放ったオリベイラにカウンターの右フックでダウンを奪い、最後は肩固めで一本勝ち。ブラジリアン柔術黒帯三段のオリベイラからタップを奪い、これで USC11 連勝。イスラム・マカチェフは USC ライト級新王者に輝きました。ロシアのダゲスタン共和国で10歳からヌルマゴメドフの父に鍛え上げられたマカチェフは、幼少期からの盟友ハビブがかつて巻いていた USC ライト級のベルトを奪い返すことに成功。またハビブ・ヌルマゴメドフはマカチェフのコーチとしてマカチェフを USC 王者にさせるという父の言葉を実現させることに成功。USC ライト級新王者のベルトをハビブ・ヌルマゴメドフから腰に巻かれ、ハビブはマカチェフを肩車に乗せました。試合後マカチェフは、この瞬間をずっと待っていた。簡単な試合にならないことは分かっていた。これはハビブ・ヌルマゴメドフと共に勝ち取ったベルトを彼の父アブドゥルマナプに捧げると話すと、ハビブにもマイクが渡され、20年以上ずっと一緒に練習してきた。彼が一番だとずっと言ってきたんだと話しました。次戦について問われたマカチェフは、現 USC フェザー級王者で USC パウンド・フォー・パウンド1位のアレクサンダー・ボルカノフスキーを指名。2023年2月、オーストラリア大会でぜひパウンド・フォー・パウンドをかけて戦おうと話し、握手を交わしました。試合後の会見でマカチェフは、新しい目標ができた。私はパウンド・フォー・パウンドのナンバーワンチャンピオンにならなければならない。だからオーストラリアに行ってあの男を倒さなければならない。彼はライト級に転向したがっている。やってみようよ。このベルトを何度も防衛しなければならない。けど俺のレガシーを考えると、将来ベルター級へ転向するのはいい考えだと話しました。USC 代表デーナ・ホワイトは、素晴らしい、ずっと言ってることだが、前世紀の絶対的な強者2人が対峙しているわけだ。次はボルカノフスキーのようだね。ボルカノフスキーには驚かされるばかりだ。また素晴らしい試合になるだろうと話しました。この試合後、マカチェフはパウンド・フォー・パウンド3位にランクインしております。USC ライト級新王者イスラム・マカチェフ。ハビブ・ヌルマゴメドフと共に育ち、現在はハビブの目標でもあるマカチェフが、次はハビブ・ヌルマゴメドフが君臨していたパウンド・フォー・パウンド1位を奪い返しに行きます。イスラム・マカチェフはハビブ・ヌルマゴメドフを目標にしている選手であると語っております。誰かが私のことをハビブとほとんど変わらないというが、それに同意する。私はハビブのようになりたい。彼は偉大な人物でチャンピオンであり、大金もあって全てを手にしているが謙虚なんだ。彼は家族と離れてアメリカに来てくれている。試合前の 1,2 ヶ月滞在して我々をサポートしてくれている。お金も何も受け取らずに全部やってくれるんだ。我々がアメリカに来た時、彼はチームのために大きな家やたくさんの車を借りたが、誰も支払わなかった。彼が全て支払ってくれた。ハビブを説明することはできない。彼は色々やっているけど、誰もこのことを知らないんだ、と話しております。以上です。今後も各階級の王者、トップランカーなど紹介していきたいと思っております。いいね評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。